おいすー、イモナレフです。今回もヒロアカウルトラランブルやっていくよ。今回の動画はスイツユー、チームアップはしがらきとダビだよ。お願いね。スイちゃんは超リーチ強反性の攻撃、空中機動、擬態に救助と多彩な技が揃ったハイスペックキャラ。特徴といえばそれこそ射撃以外は何でもできる勢いであらゆる場面で高水準な活躍ができるところだろう。まず特殊アクションは2つあり、近距離でダウンした味方を瞬間的に引き寄せなんと即時蘇生ができるケロキャッチ。ダウン中に攻撃されて用が一瞬で蘇生させるぶっ壊れ救助技だが、クールタイムが長く連続使用はできないため蘇生後のカバーも大事。そしてこのキャラは走るだけで壁を駆け上がり素早く他箇所に行くことが可能。またカエルの個性らしくジャンプが高くて素早い。個性技アルファは下を伸ばして中距離攻撃を行うケロケロショット。空中で使用した場合は壁や地面に当てると引っ掛けて空中機動が可能。リロードが早くガンガン使用して飛び回ることができるつゆちゃんの立ち回りの要となる技。個性技ベータは下で投げ払い範囲攻撃を行うケロケロスウィング。発生、判定、リーチ、ストッピングパワーいずれも優秀で近距離で防御させた場合は再度使用してダメージを狙える主力技。空中では縦に投げ払うがこちらはやや使いづらいため基本的に地上での使用を推奨。ガンマ技は擬態能力で透明化することができるケロフラージュ。透明化はよく見ると空間が歪んで見えるので過信はできないが、相手のオートエイムを無効化するという特性がある。解除は任意のほか効果時間切れ、ダメージ、こちらからの攻撃でされるがアイテムの使用では解除されず緊急時の回復にも実に有用。壁走りと組み合わせれば透明化を維持したまま交渉を取り、そこから奇襲なんて使い方もできる。さて開幕で食わしたチームも倒したところで他のチームにもガンガン攻撃を仕掛けていこう。今回のチームはオープンベータの対戦環境においてトップクラスだったキャラ編成の一つ。地上戦最強クラスの死柄木、高流動の射撃と射撃バリア、罠による自衛力で遠距離戦最強クラスのダビ。そして優秀な近接攻撃と安定して高い機動力で接近戦能力が高く、緊急時には瞬間蘇生もできるつゆちゃんと遠近問わず高い戦闘力を発揮できるチームだ。さてドームにいたチームも続いて撃破。しかしダビはダウンしても一度だけ反撃することができるためフィニッシュを決めてシールドを回復したい際はちと面倒だ。高性能で様々な特性の技を持つつゆちゃんであるが、無理に欠点を上げるとするならばフィニッシュを取りに行く能力の低さ。つゆちゃんの個性技は通常時の戦闘では申し分ないのだが、ダウンした相手を離れた位置から殴って仕留めるには回転率が悪い。なので乱戦中にダウンを取った場合何度も殴りに行く必要があり、他の射撃持ちのキャラとは違いスピーディーにダウンさせた相手の処理ができない。そのため邪魔が入らないタイマンでフィニッシュを決める以外では、他の処理が早い味方に任せたりといった柔軟な対応が必要。さてまだ結構人数が残っているな。ここはエリア外周部から確実に1チームずつ攻撃を仕掛けていこう。よしまずは飯田ちゃんとミスターコンプレスのチームに奇襲が成功。コンプレスは接近戦が苦手なのでこのままガンガン詰めて攻撃を継続しよう。よしシールドをすっぺがして圧倒的に有利な状況。緊急脱出の技で逃げられたか。ここは追撃に行くよりもさっさと飯田ちゃんにとどめを刺した方がいいだろう。というかつゆちゃんのフィニッシュ、よく見るとピリッとする毒性粘液使ってるの結構えげつないな。さて東側には別のチームがいたようだが仲間が食い止めてくれていたようだ。ひとまず安全は確保したのでアイテム整理と回復をして後半戦に備えていこう。よしみんな大体回復はできたな。お、さっきのコンプレス。飯田ちゃん復活のためにバッジを回収しに来たようだがこのままご退場いただく。茂みに紛れて逃げるつもりのようだがダビの誘導弾からは逃げられない。さてこれで残りの敵チームは参加。人数12ということはどのチームもフルメンバーということになるな。この段階でしっかり力を残しているチームがこれほどいるとは、今回は特に激しい後半戦になりそうだ。と言ってる間に2名脱落して人数表示が消えたな。ここはドームに登って高台から他のチームを探すか。あれはお茶子ちゃんの範囲技。そしてドーム上にいたのは緑谷ちゃん、オールマイト、ダビか。さらに雷ちゃんまで乱入してきてケイオスになってきた。しかしこんな状況でも飛び回っていれば反撃を受けづらく、なおかつ注意を引いて味方の攻撃しやすい状況を作れるのも高機動キャラの強みだ。今度の乱入者はつゆちゃんか。いかんベータ技は強力だが高低差のせいで当たっていない。
しかし味方の援護を食らって下がっていったな。こちらの被害状況は大したことないのでこのまま追撃して相手に回復する暇を与えたくはない。どうやらつゆちゃんとさっきの雷ちゃんはチームのようだ。ここはさっきシールドをひっぺがした雷ちゃんに狙いを切り替えてダウンを狙おう。他にも敵がいるがヤバくなったら機動力で離脱できるだろう。よしもう一息でダウンを奪えるぞ。なんだとまさか体力からダウンもせずに一気に持っていかれるとは思わなかった。雷ちゃんのスタン攻撃、恐るべし。味方が助けに来てくれた。体力がギリギリだった雷ちゃんはダウンしてエリア外へ。もうあれは助からない。こっちはギリギリだったがなんとか間に合った。チームメイトのタイミングバッチリの救出。僕は敬意を表する。しかしスタン技があれほど恐ろしいとは完全に意識外であった。救助技持ちが真っ先にダウンするなどあってはならないことなので同じ鉄は二度と踏まないよう肝に銘じておこう。さて透明のまま回復という反則技で立て直し完了。万全の状態に戻ってしまえばもうこっちのものだ。ここから反撃開始、残った戦力を削いでいこう。とりあえず周囲に隠れている様子はなし。周囲の安全を確認したら前線へ出て攻撃再開だ。向こうで緑谷ちゃんがダウンしているな。ここはさっさととどめを刺しておこう。さて敵のつゆちゃんは逃げていってしまったがとりあえず深追いはしなくていいだろう。まだ他に2チームいるのでここから逃げたところで別のチームとぶつかってさらに消耗する可能性が高い。トガちゃん発見。友達じゃないわ。おっといかん味方が別方向から攻撃を受けているようだ。しがらきちゃんがやられたがここは瞬間蘇生。攻撃していた犯人はオールマイトか。まずいなケロキャッチの瞬間蘇生は高性能だがクールタイムが長いので連続の使用はできない。とにかく攻撃元を止めなくては。しかしここは足場が悪くてなかなか主力のベータ技が狙えない。ぐぬぬ無理やりとどめを刺しに行く気か。さすがに遠距離への瞬間火力はないのでとどめを刺しに行こうとする敵を止めるのはなかなかに難しい。しがらきちゃん。しかし大丈夫、バッジは十分回収できるので復活カードを使ってすぐに復帰させられる。まずは周囲の安全を確認。そして自分の回復をしてから復活カードを使用だ。よしここら辺は安全だな。復活した味方はアイテムなしで個性技レベル1からの再スタートなので、余ったアイテムを渡してできるだけケアしてあげよう。さてだいぶ静かになったな。こちらも結構ピンチだったが他のチームはもっとヤバかったらしい。味方のダビちゃんが高台に罠を敷き詰めて防衛網を張ってくれたのでここで残りのプレイヤーを迎え撃とう。遥か上空に飯田ちゃんが飛んでいるなんてこともないな。残りの敵の一人を発見。あれはさっきのつゆちゃんか。復活カードを使った光の柱も見えなかったので単独のままだろう。ここはとにかく遮蔽物から追い出して味方の車線に引きずり出す。プルスウルトラを使って抵抗しているがこちらの数の前には関係ない。さっさと蹴りをつけて最後の1チームを警戒だ。さて最後の敵は姿を現さないところを見るにフルメンバーではないだろう。的を絞らせないよう動き回りつつそちらも引きずり出そう。これはお茶子ちゃんの星雲スペース。前からちらほら攻撃が見えていたがまだ生き残っていたか。ここは一気に接近戦に持ち込んで圧倒する。敵を気をつけてフルスウルトラ。さあ決着をつけるぞ。お茶子ちゃんも近距離に強いキャラではあるが攻撃範囲はこちらの方が上だ。よって水星ホームランもベータ技で迎撃可能。そしてこれで終わりだ。負けないわ。ここに集合だ。まだ壊したいなかった。早い。上出来だよ。戦の視点をくぐり抜けて勝ったチームはここだ。よろしくね。はじめまして、どうでもはじめまして。ゲロ信じられないくらい嬉しいわ。というわけでつゆちゃんでした。高性能で様々な特性の技を兼ね備えたハイスペックキャラ。各種特性を活かして先陣を切りチームに有利な状況を作っていきたい。それではご視聴ありがとうございました。